いらっしゃいませ、ヴィンテージデニムアドバイザー藤原です。YouTube の、チャンネル登録者数、1万人、突破しました。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。そして私ですね、本日12月の7日、ちょうど41歳の誕生日を迎えます。迎えました。ありがとうございます。今までいろんなデニムの解説と、やらせていただいたんですが、ヴィンテージデニムといえば色落ち、この色落ちの、自分の色っていうのを、作るにはどうすればいいかと。僕も本当にいろんなヴィンテージデニムを見てきましたし、いわゆる鬼ひげって言われる、落ち方、あと膝の後ろの蜂の巣っていう落ち方、あれはどうやってやったらどうやって履けば、出来上がるのかというのはいろいろと、研究をしてきました。そこでですね、うちのお店独自かもしれませんが、のり付けということを謳っております。のり付けって何のことだろうと皆さん多分お思いだと思うんですが、ちょっといろんな、自分の私物だったりとか、先輩がそういうことをやったっていうことが最初なんですけれども、ヴィンテージデニム、こちらにデッドストックのこちら、50166モデル66前期ですね、前期モデルのデッドストックです。私の顧客様が、やはりデッドストックから一歩下ろしたいというご要望ありまして、ちょうど何ヶ月か前にデッドストックを購入していただきました。たまたまなんですが、そのお客様とも、お話をしてて、1974年生まれのお客様でした。こちらがですね、ちょうど66前期、ちょうど70年代ですね。ここで年号が一応わかるんですが、74年4月に製造されたジーンズです。たまたまですが、そのお客様も常連様で74年の4月生まれと、もう本当にもう、しかもですね、姉妹店のフェイクアルファにこのサイズぴったりドンピシャのサイズで生まれ年生まれ月まで一緒っていうのは1本しかなかったです。もうお客様にも奇跡的な出会いだと思いますということで、購入していただきました。サイズ33ウエスト33のレングス31、こちらでデッドストックで一応17万8000円に消費税でご購入いただきました。でこちらをですね、お客様に履いていただくために、昔のですね、その蜂の巣、ヒゲ蜂の巣がついてるのっていうのは、このデッドストックではもう糊がついてます。最初のこのパリッとした状態ですね。この糊がついてるこの状態のまま、皆さん当時のアメリカ人の人なんかは履いてたんだと思います。このやっぱり糊がついてるということは、硬いですね。この硬いこの糊がついてる生地だからこそ、履いた時にしっかりこのいわゆるシワがつきます。でこのシワというのが糊がついてるからこそ全部が型になるんですね。でその型になったところが色が落ちて、いわゆるヒゲというのが出来上がる。ですがヴィンテージデニムというのは、こちらデッドストックから、いわゆる洗濯ですね、水を通すとやはりウエストが1インチ、レングスに関してはやっぱ2インチぐらい、ウエスト1インチは 2.54 って言いますね。基本的にやっぱウエストが 2.5 センチ、レングスに関しては約5センチ以上縮んでしまいます。なのでこの状態のまま履くということに関しては最初はいいんですが、いつかその後に洗った時にやっぱ縮んでしまうということが起きてしまうので、このデッドストックまずは洗濯します。こちらももう70年代の当時のものなので、ずっとこの状態で表面にはもうホコリがついてます。このホコリをきれいに取ってあげるっていうことが大事で、裏返しにしてつけ置き、そういった洗濯をしてすすぎやって、今度脱水ですね。脱水が終わった後に裏返しの状態で、その裏面に洗濯のりを塗ってあげる。そして、表を向けて干す。で丸1日経てば乾きます。そしたらもうまたのりでバリッとした、もうこれとデッドストックと同じ状態なので、洗濯をして縮めてあげる。脱水が終わった状態、濡れて湿ってる状態のところにのりを塗ってあげる。
縮んだ状態、自分のマイベストサイズになり、自分の色落ち、ひげ落ち、蜂の巣というのを作る、根本になる。うちのお店はそこからもうここ、3年ぐらいですかね、もうのり付けっていうのはやっております。お客様からも大変好評なお声を聞きますし、私自身も自分でやっておりますし、自分の色を作りたいという方にとってはおすすめかなと。一応うちのお店でも、ちょっと料金をいただいておるんですが、3800円に消費税を受けたまりしますと。それはヴィンテージのデニム以外でも構いません。今の本当にレプリカのデニムでも構いませんし、いろんなブランドさんのデニムでも自分のジャストサイズのジーンズであれば持ち込んでいただければのり付けはいたします。まずはですね、こちらデッドストックフラッシャーを取りたいと思います。もちろんお客様からもちゃんと許可を得てますので、ちょっと私の手でこのフラッシャーを外させていただこうと思います。フラッシャー、ギャランティーチケットが取れましたので、これからですね洗濯にちょっと行こうと思います。もちろん洗濯に関しては、こちらビヨンデックス、こちらで洗えば、デニムのインディゴの色は落ちません。で表面のホコリとか、この何十年も、汚れって言いますか、そういったものをきれいに、洗ってくれます。こちらで洗濯をして、すすぎ、そして脱水っていうところまでは、仕上げていきます。デニムは基本的には裏返し。あと一つですね、ちょっと注意点が一つあるんですが、デッドストックの場合こういうふうに普段畳んであります。こうやって裏返しにしてもらうと、要はジーンズ皆さん履くときにこのサイドに大事な赤耳がついてると思うんですが、この赤耳、こちらがちゃんと広がった状態、この広がった状態でないと色落ちをしていく段階で片方に、ここが一番分かりやすいですね、ここ片方に折れてしまってます。ここは広がってるんですが、この内側のなぜかここの部分だけこっち側に寄ってしまってます。このまま履き続けるとここの部分だけがちょっと変な色落ちになります。なのでこれ洗った後にのり付けをする際にここの耳はきちんと広げてのり付けをします。これが一つポイントになります。ではこれからちょっと洗濯していきます。ただいま洗濯終了いたしました。脱水まで全部終わり、今いわゆる湿ってる状態ですね。でこちらをですね、これからのり付けをしていきたいと思うんですが、洗濯のりと、薬局で約200円台ですねで売っております。僕はだいたいジーパン1本、塗るのにだいたい半分ぐらいを使います。でこれから全体的に、塗っていこうと思います。まずはですねこの洗い上がった、501を、きれいにちょっとシワはしっかり伸ばしてください。で一番メインになります、これがフロントですね。フロントのこのいわゆるスレキ、このスレキに関しては、のりを塗る必要はありません。ちょっとここの、内側でゴワゴワしてしまうので、これをペロンとめくっていただき、最初はこの一番いわゆるひげができる場所ですね、こちらの方に塗っていこうと思います。もう僕も慣れてますので、もう思い切ってこちらも素手でこうですね塗っていきます。このフロントのここの部分なんかも塗っても構いません。このいわゆる際のところまでですねしっかり、でこの股の部分、ここもしっかり内側に入れて塗ってあげてください。思い切って塗っていくとちょっと白くのりもなってくるので、これいわゆる染み込ませるように、結構な量塗れました。501、ねじれが出るので必ずヴィンテージはちょっとこのシワをしっかり伸ばしてあげてください。伸ばします。で先ほど言ったこの耳の部分、ちょっと自分の手で
濡れて、湿ってますので、こう自分の手で広げてあげれば結構普通に広がってくれます。この一番上までですね、ここまできちっとこう広げてあげて、はい、こちらにまたフロント部分ですね、先ほどのこのサイドの耳の部分にもしっかり糊を塗っていきます。で、意外とこの足首部分、ここも、結構パリッとなってると、僕はかっこいいなと思っております。はい、ある程度全体に行き渡ったら、ちょっとこのちょうどくるっと半分に回してあげてください。後ろ側に塗ってあげます。はい、では反対向けます。先ほどと同じですね、しっかりシワを伸ばします。思い切って塗っていきます。あと、ポイントといいますか、塗ってる最中にここの内側ですね、こうよく見ていただくと、このステッチのロックっていいますか、このところによく見るとピッ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 と、紺色の糸が出てます。ここにあまりにこう塗りすぎると後々乾いた後に、すごいパリパリで固まるんですが、このちょっと青い糸がちょっとトゲのようになって内股に、ちょっと、刺さると言いますか、ちょっと痛くなる時があるので、ここはそんなに塗りすぎなくて大丈夫だと思います。はい、先ほどと同じように半分、ここでしっかり耳を広げてあげます。はい、しっかり耳の部分も塗れました。ここからは後ろですね。ジーンズの色落ち、前へのフロント部分をひげ、後ろの部分、この膝裏ですね。膝裏の部分、蜂の巣っていう言い方をしますが、一応端っこのここの部分は少し濡れてるので、メインになるここですね、こちらの方にちょっとたっぷりいきたいと思います。ちょうど膝裏の部分ですね、ここの部分に今しっかり塗ってあげます。で、あまりこのお尻の部分に関しては、何かシワが寄ったりとかっていうことは基本的にはないので、そんなにこのお尻の部分は意識して塗らなくてもいいかなと。僕も自宅で昔はよくやってましたけれども、そういう時はやっぱりお風呂場でやるのが一番、お風呂の蓋の上ですかね。反対向けます。こちらも同じようですね、膝裏メインで、はい、今これでまんべんなく、全体的に糊を塗ることができました。あとちょっと細かいところがですね、チェックしながら、やっぱり気になるのはこの耳の部分、ここしっかり広げてあげるっていうことなので、ここをチェックしながら、塗らなくていいという言い方になりますけれども、このウエストの部分、ウエストのここの部分に関しては糊を塗ってしまうと、ちょっとやっぱり地肌の方に触れた時に少しやっぱ硬い印象があるので、このウエストのここの部分は塗る必要がないと思います。あとはこの、周りの腰の部分ですね、ここの部分なんかもそんなに塗る必要はないです。あとはこのすれ毛も、塗ってません。これをこれから干すんですが、この状態のままで干してしまうと乾いた後に
カチカチで今度表向けるのが大変なので一回ちょっと手を拭きます。ではこちら今糊が塗り終わったデニムを、表向けます。なぜ裏面かっていうのは、いわゆる洗濯糊っていうのは固まるとちょっと光沢が出ます。なのでこれを表面の方に塗ってしまうともうテカテカすごい光沢が出てしまうので、裏面に塗るっていうのが、基本っていうふうにしています。でここから、干していくんですが、ハンガー2本使います。ベルトループ、ちょうど後ろのパッチの奥側あたりにハンガーを通します。いわゆるこういう形で、干してあげる。干す時のコツです。できたらこうトントンと広げてあげてください。人が履いてるようにちょっとこう筒状にして干します。デッドストックの時に畳んであったので、ここにちょっと畳線が少しこう残ってるのとかもできればこういうふうにパンパンと伸ばしてあげてください。でウエストの部分もこういうパッチちょっと気にしながらちょっとこう丸くなるように筒状にしてあげてください。で基本これで、糊付け完了です。あとはだいたい1日ですかね。夕方とかにやれば次の日の朝には、乾いてると思います。自分が今履いてるこの、66もですね、ちょうど去年の、私の誕生日にデッドストックから下ろしました。いわゆるこれと全く同じ状態ですね。糊付けをして丸々1年、履いております。このジーンズが今どういった色落ちをしているのかっていうのを、また紹介したいと思います。1日経ってもう完全に乾いております。もう糊がバリバリの状態ですね。ちょっとハンガーから外してみましょう。ご覧ください。ジーパンが立ちました。これぐらいもうバリッと糊で固まってますので、ジーパンが立ちます。洗濯をしまして、ウエストがちょうど1インチ、レングスが約2インチですね。こちらパッチ置きは33の31でしたので、ウエストがやっぱ少し縮み32インチです。実質29レングスが買っていただくお客様の多分ジャストサイズに仕上がってると思います。こちらの、デッドストックから下ろした、66モデル、こちらがですね、私がちょうど去年の、誕生日ですね、12月7日に、こちら、66の前期、ちなみになんですが同じ年代74年なんですが、ジャストサイズですね、ピタッという状態で、履きました。本日12月7日で丸々1年デッドストックから糊付けをして、履いて、ビフォーアフターという形です。本当に毎日履いて、やっぱ夏ですね、すごいこう汗をかいたりもするんですが、ちょうど出張でタイにも行かせていただいたり、その暑いタイでもこれを毎日履いて、自分の色にここまで育ったかなと。ちょっとこう後ろなんかもいわゆる蜂の巣ですね。前のひげももう自分の完全にシワが寄ってる状態に、仕上がってきました。僕の先輩が、だいぶ前にこの糊付けを僕がこう始めるきっかけになったんですけど、 501WX の紙パッチですねのデッドストックからいわゆる糊付けをして、その方も週5から6って言ってましたねのペースで約2年丸々2年履いて、ものすごい色落ちに育ったっていうのを、自分も先輩のを見てですね、いつかやってみたいなと思って、去年の、40歳の誕生日に自分でこう下ろしてみたんですけれども、今のこのちょうど1年っていう経過をちょっと、お見せできたらなと思って今日糊付けさせていただいたこの状態からちょうど1年こういった色になってますという僕の色落ちですっていうのを見せたかったので、ただ先ほど言ったように2年丸々2年は履こうと思ってますので、あと1年こいつとは一緒に時を過ごそうかとは思っております。こういった糊付けをした後ですね、自分のこういったシワをひげですねっ
っていう形を作るのに、まずこの状態からもう履いた瞬間多分ここがピタッとなると思います。カチカチの状態です、正直言うと。でまず履いて試着してもらった後に、皆さん普通に座る時ってちょっとそのまま座ってしまうとこの膝が突っ張ってしまうと思うので、ズボンをちょっとクッて上げて座った方がやっぱりこの辺も楽だと思います。そういったので、同じですけど、しゃがむ時にこう自分でこう少し手繰り寄せる感じですね。これを履いた時も最初ガチガチなんですが、ちょっと実は股を開いてもうシワを自分でこう手繰り寄せます。手繰り寄せて、もちろんこうちょっと膝を広げる感じですね。で後ろもですね、当然ですけどここの後ろのシワ、これもちゃんとこうグッと引っ張ってあげます。でここでいわゆる屈伸ですね。こういう形で屈伸を僕のこのお店で試着していただいた際でしたら、まずはこの1分間ぐらいこうやってしゃがんでいただきます。1分ぐらいこうしゃがんでこうやってやって立つと、もう完全にこう自分のいわゆるシワ、後ろも一緒ですね。この後ろの蜂の巣、ここにしっかりこう自分のシワが寄ります。シワが寄ったイコールもうそれがシワの型になるので、そのいわゆる自分のシワが擦れて、面白いのが、自分は多分足を組む時にこういう風な組み方を僕癖でしてしまいます。なので僕はここに色落ちが出てます。これが僕の自分の足の組んだり自分の癖なんだなっていうのが、一つ分かります。このジーンズとは一生付き合おうとは思って、購入しましたし、自分のやっぱりこうマイサイズにこう出会える、自分の色に育てる、そういったことがヴィンテージデニム好きの人にとっての幸せかなと、思います。うちであれば姉妹店にフェイクアルファというお店があるので、そちらに本当にデッドストックっていうのはまだまだありますと言いたいんですけれども、本当にどんどん数が減ってきてますので、お値段もどんどん上がってきてしまっているので、こう何かの自分の記念にとか、自分は40っていう年で下ろしたいなと思ってたので下ろしたんですけれども、皆さんにとってのそういったジーンズとの付き合い方、デッドストックから下ろす、自分の色に育てるっていうことが楽しめたらいいのかなと思います。僕のこのジーンズはまたこれから1年間もう一夏超えて、付き合っていくつもりなので、来年ちょうど2年経った時にどのぐらいの色になってるかっていうのがまた楽しみですし、さらにこんな色になりましたっていう風なことはお見せできると思うので、じゃあ今日はのり付け、ちょうど自分の誕生日にこういうのが皆さんにお披露目しようと思ってたので、できてよかったです。また次違う形で、またヴィンテージ紹介していこうと思ってますので、またよろしくお願いします。